今聴いてもらった太鼓トリオの一番最初のところの楽譜を今、出しました。出だしの部分は北住さんは、何を考えながら演奏されますか？これね、左手と右手と両方とも和音なんですけれども、まず指がきちんと開くかなっていうことと、もう一つはね、メロディーの音が C のフラットで始まるんです。これドイツ語で、その音ってベ、英語のB なんですけれどもね、これやっぱり自分の作曲者が自分の頭文字を書いたというふうにいつもしみじみ思いながら弾くようにしております。なるほど。はい。2段目からチェロとバイオリンが始まりますが、最初にチェロが思いっきりメロディーを弾くんです。ここね。はい。これね。これ。一緒に、バイオリンもピアノもいなくなるんですね。そうですね。トリオの曲っていうのはチェロ伴奏ばっかりでね、こんな表舞台に立つっていうのはめったにないんですわ。そうかな。それがいきなり曲の頭で出るっていうのはやっぱりね、チェリストにとってはこれは醍醐味やねんね。嬉しいってしゃあないっていうね。そんな感じですね。でしょうね。それを受けて木野さんが、同じメロディーをまた弾くわけやけども、その時には何を考えて弾いてるんですか？そうですね。もうまず最初にピアノが出始めた時からすごくこの曲のドラマが始まってワクワクするんですね。で、その始まって次に自分が出てくるまでの間さあどう出てやろうっていう気持ちがすごくあるんですけれど、チェロが出たのとまた違う風に表現したらその後みんなはどんな風な反応をするかなっていうのがこの曲の楽しみです。なるほど。チェロが出てバイオリンが出てそれぞれメロディーを弾いた後2本の楽器が重なって、ハモりながら同じ動きをするときに、私は君の芋虫のような指を左手の指を見ながら完全に同じ動きをする努力をしています。知ってますか？やはりなんていうのかな、その時その時でやっぱり感じることが違うんだなっていうのはその都度演奏の中でねやっぱり感じながら弾くっていうのが、そこがまたこの曲の音楽をする上での楽しみでもあるのでね、だからそういうところは少しおおらかに感じるようにいつも思ってます。まさにもういろいろなことが起こる作品なんですけれども、それがこの楽章でもね、一番最後まで行った時、なんか聞いてる人がね、僕らは一応専門家として楽譜を読んで音を出してね、やってるから、その理由のいくつかわかるけど、そんな私たちでもそうだし、もう全く音楽の、組み立てとかそういうことわからない人でも、なんかね、なるほどって思わされるんですよ。そうか、こういうことがあって、こういうことがあって、こういうことがあったから、こういうふうになるんやっていうふうにね、思わせる。これがベートーベンのすごい凄みだと思うし、そのベートーベンが作った曲の中でも、もうこれはもう本当、5本の指に入るぐらい、そういうことがひしひしと伝わってくる。すごい曲だなって毎回思いながらね、弾いております。そうだね。
なんかここ最近ずっと、家にこもってるっていうせいもあるんですけれど、やはりベートーベンだけじゃないんですけど、いろいろな楽譜をね、じっくり自分がその音を出すっていうことだけじゃなくて、楽譜を見ることから聞こえてくる音っていうのが、すごく楽しい気がするんですよ。で、それを実際に今度だからまた3人で本当に音で合わせたときに、どういうふうにそれが出てくるかなっていうのが、今からの楽しみでもあります。今年はベートーベンの生誕250年です。1770年に、彼は生まれたわけなんですけれども、彼が生活を送ったのはウィーンという町ですね。このウィーンに分離派美術館っていうゼツェッシオンっていう建物がありまして、ここ美術館なんですけれども、そこにクリムトが描いたベートーベンフリーズというすごく大きな壁画があります。その建物に入りますと、その壁画しかないんですよ。ウィーンも賑やかな街ですから都会の喧騒があるんですけど、そういう喧騒から逃れて、で自分の気持ちに対してすごく密接な感じ、いろいろな思いが密集してくる感じで、その空間が密閉されていると、これ3密なんですけれども、こういう3密っていうことはむしろ今この時期に大事なんじゃないかなというふうに思うんです。私たち音楽やってると、楽器に向かってじっとしていることが多いんですけど、それ何のためかっていうと、耳を澄ますためなんですね。そういう時間を持てるっていうのが実はすごく贅沢なことなんやっていうのも、そのベートーベンフリーズという絵の中から私は教えてもらったような、そういう気がするんです。ベートーベンはチェロがとても好きだったのではないかと勝手に思っております。なぜならば、チェロソナタを全部で5曲、バリエーションを3曲、チェロとピアノのための曲を、全部で8曲、書いております。有名なところでは、3番のソナタ、ベートーベンは生誕250年、普段いつも私が使っているこのチェロは生誕200年です。1820年、イタリアのベニスのそばの、ビチェンツァという町で、出来上がりました。200年前にこの楽器ができた時にベートーベンは50歳だったということになります。ちなみに私は62歳です。ベートーベンという作曲家っていうと、皆さんどんなイメージをお持ちですか？ベートーベンの作品はオーケストラ、ソロ、室内楽、いろいろな分野にわたって様々な作品があります。常にベートーベンっていうのは弾くときに他の作曲家とちょっと違うなと思うのは、感情を移入する瞬間と、どこか自分の中で第三者的といいますか、自分をコントロールしないといけない、そういった部分があるところが難しいところです。そのバランスを作るのが楽しい作業でもあるんですが、そういったところも演奏を聴きながら感じていただけたらと思います。